24分の1スケール日本海軍局地戦闘機試練会の製作となります。先日作った BF109E と同時購入したキットね。今回も塗装しつつ完成を目指すのね。そうそう、すくみですが完成を目指します。 BF109E はエアフィックスの方が出来が良いって言ってませんでしたっけ？そうですね、試練会はバンダイしかないので今回のキットが自動的に決定版となっています。これしかなければそうなるわね。32分の1スケールだと長谷川や同友社から出ている。特に長谷川版は2013年に出たキットということで交渉やディテールの参考となりそう。ちなみにこちらのキットはいつ頃のキットなの？1973年、50年前のキットとなります。交渉も古く、今の解釈だと黄色のダブルストライクとなっている艦の帯域も黄色と白のトリプルストライクとなっている。日の丸の記番号もないわね。このマーキングの元になってる写真でもあるのかしら？デカールもダメになってますから長谷川の32分の1を参考にして塗装で進めたいと思います。なるほどね。試練会は空冷エンジンである誉れエンジンを搭載してる戦闘機。空冷エンジンだと見える部分が多いわね。見えない奥の部分まで作れるみたいね。パッと見た感じだとビニールパイプらしきパーツもあるので細かい部分まで再現できそうです。操縦席とかはどうかしら？ BF109E よりかはパーツ数はありそう。座席の形が独特ですね。長谷川の座席が正しいとするとまあ似てるといえば似てますね。気になる場所はありそうだけども気にしていると進まないのでスルーしたいと思います。ところで試練会に関して教えてもらってもよいですか？試練会は川西航空機が開発した局地戦闘機。局地戦闘機？日本海軍での分類で陸上運用機となる。今で言うと揚撃機とか防空戦闘機かな。港や前線基地を敵機から守るための戦闘機。日本海軍では電の文字がつくのが特徴。他の機体ですと雷電や神電ね。そうそう、試練会は試練を再設計した機体。タミヤの72分の1スケールで触れましたね。雷電の開発が遅れていたことからキューバしのぎのため強風の陸上機化が行われた。少しでも早く戦力となる機体が欲しかったのね。後々問題が出てくることを前提としていち早く戦力配備を目指したとか。案の定太いままの胴体のせいで下方視界が悪かったり長い試着の故障などの問題が出てくるのね。ちゃんとしたものを準備する時間を稼いだってことかな。比べてみると随分と違いますね。ほぼ再設計してる感じですね。違う戦闘機と言ってもいいのかも。実戦での活躍はどうだったの？試練で信頼性の低かった自動空戦フラップも試練会ではバッチリ作動するなど高く評価された。剣部隊での集中運用が有名ですね。艦載機型も準備されるなど事実上冷戦後継機として期待された。水上戦闘機から局地戦闘機へ改修して最終的には制空戦闘機として期待されたのね。それだけ冷戦の後継機が難航してたってことだけど、まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは B29 の迎撃へ向かう試練会なのだ。マーキングから第343海軍航空隊ね。九州方面大村基地に展開をしていた頃かしら。では中身を開けていくのだ。胴体パーツが2枚、主翼パーツが3枚、グリーンのランナーが1枚、鉄色のランナーが1枚、シルバーのランナーが1枚、青竹色のランナーが1枚、透明のランナーが1枚、ビニールパイプ2セット、タイヤが2個、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは5種類、機番号5243の所属不明機。最近だと川西鳴尾工場となっています。横須賀海軍航空隊所属機、第343海軍航空隊所属機、第343海軍航空隊艦の帯域、第1〇〇1海軍航空隊所属機となる。なるほど。部品点数は189点。ビニールパイプは指定の長さに切り出すので実際の部品点数はさらに多くなります。 BF109E4 に比べると約2倍の部品数ですね。ではバンダイの24分の1スケール日本海軍局地戦闘機試練会の製作を始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は工程を分けて説明するのだ。大きいスケールですからね。まずは操縦席床からなのだ。操縦席床は全部で14パーツ。ふむふむ。次に座席の組み立て。座席は全部で6パーツ。操縦席はこんな感じですね。
この他にも胴体横に取り付けるパーツやケーキパネルもあるのだ。ケーキパネルはモールド表現ね。塗り分ければいい感じになりそうです。パイロットもついてますね。やはり独特な分割ですがついています。次はエンジンですね。エンジンは指示枠とエンジン本体に分かれる。エンジン本体から始めますか。エンジンは全部で11パーツ構成。その他に太い方のビニールパイプを2本切り出す。さらに細い方のビニールパイプも切り出すのね。こちらは18本と多いです。指定の長さがあるので注意が必要です。完成はこんな感じですね。ビニールパイプが良い感じなのだ。さらに排気管もつけるのね。排気管も一本一本独立している。排気口が別パーツなので開口表現となっている。次はエンジン指示枠ね。こちらも工程を分けて説明するのだ。なるほどね。まずはオイルタンクの組み立て。オイルタンクは2種類作る。続いて補給部の組み立てね。補給部は全部で11パーツ。こちらも細かいわね。ここまでできたらエンジン指示枠を取り付ける。完成はこんな感じですね。正直完成するとこの部分はほとんど見えない。次はカウリングね。カウリングは5パーツ構成。上下分割されたカウリング本体にカウリング全部とカウルフラップを接着する。次はプロペラかしら。プロペラは6パーツ構成。4枚プロペラをスピナーで挟んで終了。プロペラは1本ずつ独立しているのね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席とエンジン指示枠、尾輪を挟み込んで接着。尾輪はタイヤと一体成形ね。後からでも組み込めないこともないけども。胴体のモールドはどうでしょうか。オーリベッドでオモールドとなる。金型の抜きの関係上合わせ目付近が甘くなっている。主翼はどうでしょうか。まずは左右主翼上部パーツの組み立てとなる。主翼上部パーツに機銃弾を接着する。さらにメンテナンスハッチもつけるのね。ハッチを開いていてもカッコがつく内容ですね。次は主翼下部パーツですね。主翼下パーツはオイルクーラーなどの細かいパーツを組み込む。さらに主脚庫の隔壁を組み込みつつ 20mm 機関砲を4門設置する。重武装ね。左主翼上パーツに気筒管を組み込んでから主翼の貼り合わせを行う。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらもオーリベッドでオモールドとなる。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ2パーツずつ貼り合わせてから胴体に差し込む。ここはシンプルな構造ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。クリアパーツは3分割となっているので操縦席の開閉選択ができる。透明度も問題なさそうね。中央のクリアパーツはスライド用のパーツをつける。また全部クリアパーツにも取り付けるパーツがある。クリアパーツをつける際に照準器を忘れずにつけないとね。照準器もクリアパーツとなっています。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで6パーツ構成。タイヤとホイール、試着カバー、試着の構成ね。その他にも胴体に取り付ける際の支柱やカバーもあるのだ。なるほどね。アンテナなどの細かいパーツも組み込んでいく。細かいパーツが多いですね。続いて増装の取り付け。増装は全部で6パーツ構成ね。増装は上下分割となっているので接着。その他胴体との接合に必要なパーツも取り付ける。最後に総評なのだ。今回はバンダイの24分の1スケール日本海軍局地戦闘機試練会の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。前回の BF1094 も大きかったのですが試練会は太めの胴体のせいかさらに大きく見えます。パーツの合いなどはどうでしょうか。 BF1094 の時もそうだったのですが隙間や段差はところどころありましたが大きな問題もなく形にはできそうです。パチキタとはいきませんね。今回の試練会も物足りなさがある部分があった。どこでしょうか。主翼で言うとフラップもエルロンも角度調整ができない。 BF1094 ではエルロンの稼働はできた。その他にエレベーターやラダーも動かせましたね。試練会は動かせなくなりました。主脚も固定式になっています。ディテールにこだわる人は操縦席内部の作り込みやフラップやエルロンなどを分割して作り込む余地があるわけね。大きさの比較に関してですが以前制作した長谷川の72分の1スケールを隣に置いてみました。大きさは段違いね。3倍の大きさとなるわけね。置き場所には困りますが大きいキットはやはり楽しいわけで今度はエアフィックスのスピットファイアに挑戦したいなと思います。夏ぐらいにね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。
次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。